皆さんはじめまして、ずんだもんなのだ。今回からロックマンエグゼの全チップを投入限界枚数まで集める実況をやっていくのだ。ちなみに初回にして録画ミスったので音声がないのだ。 BGM 後付けしたので許してください。というわけで早速ストーリー進めながら今後の方針について話すのだ。まずこの企画、最終的にはチップトレーダーを回しまくるゲームになります。理由は簡単、コードによってはドロップ入手ができないからなのだ。こうなるとチクトレの玉にするチップが大量に必要になるんだけど、爆速で弱いウイルスを撃破するフォルダが必要になるのだ。そこで今回目をつけたのはコード F。 最強ナビチップのフォルテをはじめ、パラディンソードやヒートスプレッドのような出が速くて広範囲なチップが揃ってるのだ。特にヒートスプレッドは暗転なしで広範囲、それなりの火力でいい感じ。基本的にチップ集めはパパ PC 電脳のバスティングマシンになるので、暗転なしチップでサクサク勝っていきたいところ。 RTA ではないけどシナリオは適当に飛ばします。理由は簡単で、配信中に話すことがないからです。全然ストーリー覚えてないので解説とかもできないんですよね。ってことでチュートリアルいくぞ。ここではウイルスバスティングの基礎についてマリコ先生が教えてくれるのだ。要は同じチップならコードが別でも一緒に選べるよって話です。てなわけで説明終了。倍速。ちなみに2個目のチュートリアルは、チップが違くてもコードが同じなら一緒に選べるよって話です。3個目は1ターン待つと選べるチップが5枚増えるよって話です。これは後のシリーズとは仕様が違うのだ。それでは放課後なので帰宅。家に帰るとどっかで見たことある人が点検してました。この OK のナビを使ってそう。とりあえず怪しいからといってネットバトルでぶちのめすわけにはいかないので、本書を表すまでインターネットで遊びましょう。帰ってきてすぐインターネットに浸るネットくんの将来が心配なのだ。それはさておき、ここからはショックウェーブのチップ集めをするのだ。序盤ではダッシュアタックと同じくらい強いチップ、できれば充当しておきたいのだ。ここでフォルテ受け取ってるけどひとまずは使わない方向で、持ってないとチクトレから排出されないので忘れないうちに受け取っておくのだ。クラスメイトのヤイトちゃんのナビ、ブライドくんです。結局一度も戦う機会がなかったので強さは不明。このインターネットのどこかとかいう適当な情報やめろ。ここからはドロップするチップに気をつけながら進みます。今作のチップトレーダーの仕様は右枠の通り、つまりライブラリ登録済みのチップの方が出やすく、なおかつライブラリ登録数が少ない方が狙ったチップを引きやすいのだ。なので使う予定のないチップは基本的に取らない方向でいきます。例外はバスティングマシンで出現するウイルスで、弾集め中に落ちちゃう可能性が高いのであまり気にせず倒します。それ以外のウイルスに関してはわざと被弾してバスティングレベルを下げて倒します。もしドロップしちゃった場合はリセットを検討するけど、めんどいので続行してる時もあるので適当です。ライブラリ1種増えたところで誤差だよ誤差。なお今作はエスケープのチップ以外では逃げられないので、こまめにセーブしておいた方がいいです。どこでもセーブできるだけマシですよ。そんなこんなで迷子のプログラムくん発見。手に入れたチップはフォルダに入れないと意味がないぞ。だからといってそこまで頻繁にいじる必要もないです。ただ初期フォルダはあまりにもゴミなので序盤はかなり編集してます。てなわけでブライドに報告しに行きましょう。ほら見つけてきたぞ。ブライドに報告するとスプレッドガンアイを入手。この段階ならまだ使えるチップですな。家に帰ってくると何やら問題が起こった様子。急いで見に行くとなんとレンジが炎上してました。一体何県の仕業なんだ。先ほどの作業員は異常なしとか言って帰った模様。なんでだろうな。というわけでロックマンにお願いして調査しに行きましょう。プラグインロックマンエグゼトランスミッション。進み方忘れてて屈足だったので倍速。この電脳でも引き続きメットール1からショックウェーブを狙っていきます。手に入り次第フォルダに投入して快適に進めるようにしたいところ。バスティングレベル S ならしいコードが出るけど現状無理なので軽コードを集めていく感じ。ネットガードもデッキに入れてるけど難しすぎて扱いきれませんでした。残念。マーパネルアウトとかリカバリーよりはよっぽどマシだから。
というわけで散々迷った末にアイスブロックを渡してくれるプログラムくんのところにたどり着きました。このアイスブロックで電脳にある青い火を消して進めるのだ。そんなこと言ってたらロックマンが焼きナビにされてしまいました。そしてついに本性を表す作業員。わざわざ電話かけてくるなんて律儀だな。今更ですが彼の名前は日野健一、通称日野健。しつこいぐらい出てきます。シリーズ解禁賞。なんと水鉄砲で火の勢いを抑える模様。電子レンジの火災に対して水をかけるのは感電の恐れがあるので絶対に真似しないように。電脳最深部で最初のナビ線、ファイヤーマン線です。最初のボスなのでそんなに強くはないけど、こっちのフォルダも弱いので頑張ろう。ロックマンのスタイルについて触れてるけど、ファイヤーマンさんもあんまり人のこと言えない気がしますね。ということでファイヤーマン線、バトルオペレーション、セット、イン。かなりぐだっちゃったので倍速。攻撃力高くないので、ゴリ押し気味で OK。最初は避けてたけど、攻撃いちいち長いのでさっさと反撃した方が早く終わるのだ。攻撃力はなんと20。とはいえ HP メモリ買ってない状態だと5発しか食らえないので強いかも。最初のボスらしく攻撃の前にクソ長予備動作あるので余裕だと思います。レンジの電脳の固定ミステリーデータにスモールボムがあるので入れとくといいかも。欲張ってショックウェーブ外したせいでより時間かかってます。ファイヤーマンくんですが、なぜか V3 ナビになっても攻撃力が据え置きです。さらに言うと HP も200しか増えず500。さすがに不憫すぎませんかね。ただこの章終わってすぐに戦えるようになっちゃうのである程度は仕方ないのかも。というわけでファイヤーマンデリート、時間かかりすぎでは。テロを起こせるようなプログラムを家庭のレンジに仕込んでるのどうなんですかね。リコールしてもらわなきゃ。てなわけでワールド3の目的はどうやら戦争を起こすことらしいです。といったところでキリもいいので今回はここまで。ノーカットの配信アーカイブのリンクは概要欄に載せておきます。次回の配信は4月1日月曜日の夜8時からの予定です。もしよろしければお越しいただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございましたなのだ。